回のルームツアーは敷地面積48坪、延べ床面積35坪。ここに住みたい20代工務店スタッフの3階建ておしゃれハウスです。私と同じ部署の女性スタッフ小田ちゃんと旦那さんと猫ちゃんが暮らすお家になります。見どころポイントはこちら。それでは早速外観からご紹介していきます。外観の仕様はこちら。グレーの外壁に招き屋根という屋根形状と3つずつ並んだ窓が特徴的な外観。長く愛されるデザインをテーマに設計されています。こちらの土地は四方を道路に囲まれ、九角形の吹き出しのような変形地。その土地形状に合わせてお家の配置や窓の位置、外光、3台分の駐車スペースが考えられデザインされています。玄関部分はオークカラーで塗装した無垢の板張りがアクセントになっています。植栽にもこだわっていて、もみじや苔を使用しているので、どこか和の雰囲気も感じられます。玄関扉も無垢材のものをセレクト。板張りとの相性もバッチリで、木のぬくもりが感じられるアイテムです。それではお家の中に入っていきます。玄関に入ってまず目に入ってくるのは板張りの壁。こちらは外壁とは違って月板を使用しているので、自然素材特有の収縮がなくお手入れが楽ちんです。こちらは造作シューズボックス。中は可動棚になっているので、普段使いの靴だけでなく小物などを収納するのにも便利です。玄関右側はオープンタイプのシューズクローク。階段下スペースを活用して奥までたっぷり使える玄関収納となっています。リビング扉は無垢材でできた輸入品。自社でオークカラーに塗装しています。ガラスには流水のような模様が綺麗なアルトドイッチェを使用しています。1階の建具はすべてこの無垢材のシリーズで統一してあります。LDK は全部で17畳。リビングから順番にご紹介していきます。一番手前が7畳のリビングスペース。一部分だけグレーのアクセントクロスを使用しています。空間を圧迫しないようくぼませたテレビスペース。こちらのテレビボードは造作です。中にコンセントやコード用の穴が仕込んであるので、壁の中を通して配線を隠せます。こちらのお家には猫ちゃんがいるので、猫ちゃんがコードをかじらないよう安全対策にもなっています。ダイニングキッチンは9畳。キッチンスペースはかなり開放的。屋根形状を生かした勾配天井になっています。シナ合板で仕上げた天井に上り梁がアクセントに。天窓からは自然光が降り注ぎ、日中は室内を明るく照らしてくれます。雨の日に照明を消すとこんな感じ。お猫様が虫を目で追ってますね。さて、そんなキッチン空間にはおしゃれで機能性も高いキッチンハウスをセレクト。小田ちゃんのこだわりポイントです。天板に使用されているデクトンは高い耐熱性と耐久性が特徴で、まな板なしで包丁を使用しても熱々のお鍋を置いても大丈夫というつよつよな素材となっています。カップボードも同じ仕様で統一。食洗機には海外製のボッシュを採用。65センチの大きなタイプで12人分の食器が入ります。パーティーしても余裕です。奥の扉はパントリー。
パントリーには扉をつけないことも多いですが、パントリーを猫ちゃんに荒らされないためにと、生活感の出る勝手口を隠すために扉をつけました。パントリーの中は倉庫をイメージ。モルタル調のクロスとペンダントライトがインダストリアルテイストを演出します。勝手口を出てすぐのところにゴミ捨て場があるので、ゴミ出しも楽ちんです。水回りの手前は収納と猫トイレスペース。猫ちゃんグッズやトイレストック、リビング小物を収納するのに便利です。1階トイレはパナソニックの全自動お掃除トイレアラウーノ。コーディネーターが提案した全面アースカラーの壁紙。増作の手洗いカウンターもアースカラーでまとめています。トイレの向かいは洗面脱室兼ランドリールーム。ここで見どころポイント2つ目。室内干し派の小田ちゃん夫婦のためにランドリールームも兼ねているんですが、横幅2600の大きな洗面化粧台には洗濯物を畳んだりアイロンがけができる作業スペースとメイクスペースも確保されています。贅沢。今は廃盤になってしまったこのクラッシュタイルも可愛い。お色は旦那さんが選んだそうです。さてさて、続いても見どころポイント。リビングからスクエア開口でつながる6畳のお部屋。こちらはテラスハウスのプレイルームをイメージしたセカンドリビングです。携帯やマグカップなど小物が置けるよう付加した壁紙と、携帯やマグカップなど小物が置けるよう付加した腰壁と調光できる間接照明がポイント。照明にはポップインアラジンを取り付けて映画やゲームが楽しめるように。お友達が泊まりに来た時はここで寝てもらったりしているそうです。セカンドリビング開口部には収納も確保。 Wi-Fi のルーターや掃除機などリビング収納として活躍しています。2階へ上がる階段にはヴィンテージ感のあるブラケットライトがアクセントに。2階トイレは旦那さんセレクトでコーディネート。ペーパーホルダーは携帯や小物が置けるタイプのものをチョイスしました。洗剤などを隠しておける便利な埋め込み収納も。2階廊下の途中にあるのは連動して開く引き戸の収納。1畳分は中段と枕棚付きで 0.5 畳分は可動棚付き。2階突き当たりはベッドルーム。白とグレーでコーディネートをまとめています。設計士が提案した丸いペンダントライトをベースにピンタレストで見つけた寝室インテリアの写真を参考にしたそう。付加した腰壁には携帯や小物を置いたり絵を飾ったりするのも良さそうです。寝室奥側には3畳のウォークインクローゼット。大容量でたっぷり収納できます。そしてウォークインクローゼットのさらに奥にある謎の扉。ここが見どころポイント4つ目。
こは旦那さんの釣り道具部屋です。壁には下地材として使われる合板を使用することで、旦那さんが好きなように壁収納を DIY できるようになっています。さらに上のフロアへ上がる階段はけこみのないタイプ。間からブラケットライトが見えるのが可愛いです。階段を上がると屋根形状に合わせた勾配天井の洋室6畳プラスウォークインクローゼット3畳。そして見どころポイント最後の一つ、床の半分2階廊下の天井部分はすのこ状になっているんです。廊下側から見ると天窓の光がほんのり漏れる雰囲気のある空間を演出してくれます。ほんのり下が見下ろせるので猫ちゃんもお気に入りスポットみたいです。フリースペースとしてもお子さんの遊び場としてもいろいろな使い方ができそうです。はい、これで全てのお部屋のご案内が終わりました。今回のお家はいかがでしたか？こんなお家をもっと見たい、ここもっと詳しく教えてほしいなどなど、リクエストや質問もコメントで教えてもらえると嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。